2021年12月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。12月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにスター星のカードが出ております。願いが叶う、才能が開花する。そしてこの星のカードは水亀座さんのカード。今の自分を活かせているからこそ、とても良いひらめきを得て、そのひらめきが成功につながっていく。そして今回、フェニックスのカードと毛虫のカードも出ておりまして、あなたの願いが叶うということと、今の自分を生かすということと、大きな変化というのがセットになっているんですが、その変化というのも、今まで背負っていた苦しみから解放される、長期間にわたっていた方もいると思うんですが、その苦しみから解放されることによって、あなたの願いが叶っていく。そして新しいあなたに変容していく。こちらに双子座満月のカードも出ておりまして、あなたが求めていた答えが届くというメッセージが書かれてますが、その答えが届くことによって苦しみから解放されていく。過去からの解放という感じもするので、例えばこの時、あなたの才能を活かせるとても良い就職先に巡り合う方もいると思うんですが、そういうとても良い環境に出会うことによって、例えば過去の職場で傷つけられた心が癒されていく。あと、この時点でご自身の才能を発揮して目標を達成する方もいると思うんですが、例えば作品を仕上げるとか、作品が認められるとか、その場合も完成することで認められることで、過去失敗したことや過去プライドを傷つけられたことから癒されていく、立ち直っていくとか、恋愛や結婚で心を傷つけられたというような方も、この自分自身を生かす道に入ることによって、自己価値が高まっていって、その自分を生かせることに、それはお仕事の場合もあれば、趣味や勉強の場合もあると思うんですが、その自分を生かしていく道に邁進していくことによって、この苦しみから解放されていく。そして、出会いを求めている方にとっては、趣味やお仕事が共通の方ととても良いご縁がある。ですので、今気になる方が趣味やお仕事が共通の人の場合は、まさにその人が次のお相手になっていくと思います。あなたから積極的にアプローチするというよりも、その共通のお仕事や趣味に、あなたが没頭していくうちに、お二人の縁も知らず知らずと深まっていく。その没頭していくこと自体があなたを磨いていくし、そして次のお相手との縁を深めていくという最強のツールを手に入れる時ですので、
もう見つけているという方は、ぜひ時間もエネルギーもそれに注いでいただきたいですし、まだ見つけていないという方は早く見つけてください。このフェニックスも出ているということで、生まれ変わるぐらいの勢いで自分で自分を変えることができるとき、この新しい自分になるためのチャンスというのは、今年は特に水亀座さん多かったと思うんですが、この時の変化変容というのは、その経験があったからこそ、とても上手に、そしてあなたらしく変化できる。そしてこちらにワンドの2とペンタクルの2、2が2枚出ております。そしてこの双子座という数字の2をイメージさせるカードがこれだけ出ているので、今回の変容というのは、まずは準備ができている。先ほども申し上げたように、今年に入ってからのたくさんの変化を経て、今回の大きな変化を迎えるということで、変化に対する準備ができている。どうすれば自分らしく変化できるのかというのを今年身をもって学習している。そしてその経験をここで見事に活かしていく。そしてバランスが取れている。気ばかり焦ってとか、感情的になりすぎてというようなこともなく、この時もいろいろなことが起きてくると思うんですが、それを同時に器用にこなしていくことができる。ですので、お仕事も趣味も恋愛もバリバリこなすということができるような状態で、そしてその充実度があなたを磨いていく。あと、変化を楽しめる。もともと変化には慣れている方多いと思うんですが、今年の変化は特に激しかったと思いますが、その頂点を迎える変化、その変化がどんなにあなたの人生を変えるぐらいの大きな変化であったとしても、楽しんでその変化を受け入れて、今の自分に即座に活かしていくことができる。そして2ですので、相手がいるイメージなんですね。それでこれだけ自分を活かせる才能が開花すると言われているので、例えば何か作品を作るとしても、それを受け取る誰かがいる。何かお仕事で目標を達成したとしても、あなたが一人で嬉しいだけじゃなくって、周りでその喜びを分かち合える人がいる。そしてこちらに鳥の巣のカードが出ておりますが、そのあなたが目標を達成して願いを叶えることによって喜びを分かち合うご家族やあなたにとって家族のような人、そういう方たちとの時間を大切にしてくださいって言われています。あと、ご自身の身の回りの環境を整えるにもとても良い時。その身の回りというのは、実際身につけるものも含まれてくると思うんですが、とても発想力が豊かな時でもあり、そして今の自分自身とつながれている時ですので、他の誰よりもあなたがどういうものを身につければよいのか、どういう環境に身を置けばいいのか、というのがよく見える。そういうセルフプロデュース力が高い時に変容の時を迎えているということで、髪型メイク、服装もそうですが、あなたの周りの環境、お部屋のインテリアやお仕事場のデスク周りとか、気になるところを今のあなたが心地よいと思うようなものにあなたのセンスで変えていく。あなたの外側を変えていくことによって、その外側の変化が内側にもとても良い刺激となって、相乗効果でこのスターの絵にとても現れていますが、あなたの喜びになっていく。この時は変えれば変えるほど面白くなってくると思いますので、まずは何か一つ変えてみるというのがとてもおすすめです。変えることによって、あなたがよりあなたらしくなってくる。このワンドの2には JP モルガンの言葉が書かれておりまして、どこかにたどり着きたいのなら、まずは今いるところにとどまらないことを決心しなければならないという意味なんですが、この時起きる変化というのは、とても前向きな変化、
結果として過去の苦しみから解放されるんですが、それを断ち切るための変化ではなくって、今あなたがすべきことをしているからこそ、今の自分を活かせているからこそ、とても良い変化ができて、そしてその変化を応援してくれている人たちがいて、結果的にあなたが今まで抱えていた苦しみを手放すことができる。その豊かな発想とひらめきで、あなたらしい人生を作っていくためにも、迷わず変化して次に進んでいただきたいなと思いました。それでは12月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。